なんか追い詰められると仕事で、ヒステリックになる。それ一番ダメだよね。で陽子ちゃんがさっき言ったように、男の人とかが入ってきたら戻るえっていうすごい戻り方なのよ。だから周りがえってなる。なんでそう女に敵作っていくんだろうね、わざわざ。普通に接すればいいのにさ。分かんない。でもね陽子ちゃんももっと女した子だったらやられないんだよそれ。逆に知ってた？あ、そうなんだ。なんか自分の女度がやるじゃん。うん。これよりはるかに勝れりとその子が判断してる人にはやらないのよね。負けるんじゃない？負けるんじゃないそのやり方が。何、うち舐められてんのあいつらに。あれ舐められてるってよりもやっていい相手って思われてるんじゃない？ああ。言いつけたりしなそうでしょ。この人が言いつけるような人だったらバレるじゃん。なんとかさんにこんなことやられたんですっていう感じのキャラクターに横ちゃんが思ってたらやられないのよそれは。そいつはやられたんですとは言わないけど淡々と報告するよねこの人がつって。でもそれをやられたところで「違うんです陽子さんが」とか言ってさらにそいつはやってこれそうじゃない？やってくる。やってくるよね。やってくる。でも多分あれはねバレてたと思うよ。絶対そうだよね。なんかさ佐藤さんさ男の先輩いたじゃん。3つぐらい私より上だったんだけど、何かの時にその人の話になったのさらっと。その前にいたんですよ入れ違いで辞めたデブの女の人がいてって。デブつける必要あったって思って聞いてて否定的だったもん。だからあんまりそんなに好感あったわけじゃないんじゃないかな。そう佐藤さん一緒に入ってる時にもなんか感情的だよねみたいなことを茶化しながらお互いそういう話をしててなんか感情ばっかりきますねっつって、なんか情景見えてこないっすねっていう話をしててそう佐藤さん仕事しやすかった。佐藤さんね私からすればねすんげえ冷てえ男の人だったんだけどたまに面白かったんだね中では。最後の方はそういうとこ冷てんだよって相手に言えるようになってから楽になっちゃったそれされても全然平気だしね実は。あの人裏表がないからね。そう裏表ない。裏表がない。そうだから男楽なんだよ。いや男だからなのかな。だってさ佐藤さんだったらさ例えば「なんとかって今お客さんが綺麗でわからないです」って言ったらパンパンって入ってこない？そのお客さんはこうだからこうしてって言ってくればいいのに、ちょっとさまどろっこしい説明の男の人いたよね。12345678910でやっと出てくるタイプの人いたよね。すいませんすげえ待ってるんですけど私みたいな。どの人特徴？正社員のメガネのあの人ね。背のちょっと高いあの人ね。色白のよく眠りに落ちる人ね。二次元が好きな人。そうあの人長くてちょっと今お客さん待たせてるのでちょっと早く教えてくれるとって言っても1から進んでいかないと説明できないみたいで。いた、でも女の面倒くささとは違うもんね。そうね。なんかさあの人の良かったところは例えばさうちはそのまどろっこしい説明が嫌いだからさもう出てたよでもそれ。そう入っていくじゃん。いいですそれみたいな分かってますみたいな言うじゃん。そういうなんか嫌な空気があっても会社終わる時には「お疲れ様でした」って帰ってって。あの人それはね性格良かった。そう性格良かった。そううちも割と大丈夫だったよ。なんていうのかな、そういう嫌な時は嫌っていうのは出しちゃうけど、でも関係ない他のとこに持ち込まないわけ。仕事の他の別の場面に切り替わったら、うちはそういうの出さないのよ。でも面倒くさい女たちはずっと怒ってんの。そうかも。ずっと怒って何に怒ってるかもはや分かんない。なんかもうそれが途中からなんかお前嫌いに変わってきて。それ困るね。そうだからその辛ラーメンの先輩はなんか分かんない。なんかうちもう全然覚えてないの。もう細かいこともうどうでもいいからさなんか知んないけど途中からなんかいきなり嫌われ始めてうちでその人分かんないのよ。覚えてない。したんじゃないの？なんかしたんだと思うよ。なんかしたんだけど覚えてなくてうちで大したことないんだもん。そう大したことないでもうその人が辞めるまでずっと避けられててもう仕事しづれえの。避けんの？そうしづれえの。避けれんの？なんかなんていうのかな。だって2人ペアでやるような仕事が多かったじゃん。そうだから別にうちのこと嫌いなのはいいし別になんていうの嫌ったままねやめてってくれても全然いいけど業務に差し支え出すのはやめてほしいんだよね。周りも面倒くさいしね。そう面倒くさい。気使うじゃん。なんだろうねそれ。それはダメだわ。確かに男の人はそうじゃなかった。そう男の人ってなんか根に持たないっていうかさなんか一回ドンパチやって終わりみたいなとこあるじゃん。そうなのかな。佐
藤さん、まあそうね。でもね、いや男も演出出したら演出だとは思うよ。まあね、まあね、でもまあ分かる、種類が違う。種類が違う、分かってる分かってる。あと業務では出しちゃダメだね。そう出さないし、あんまいなかった、そういう人が。あと陽子ちゃんやられやすいんだろうな。かもね。かもね。そう何かその彼女たちに敵だと見なされる何かを持ってるんだろうね。何かを持ってるんだろうね。何かを持ってるんだろうね。そう、もしかしたらこの子女の子っぽくないからと思ったら意外とそうでもなくっていうところが分かったとか。意外とそうでもなくて、これ言い方は悪いけど、うん同じクラスだとして、モテるだろうなこの子っていう女の子いるよね、女の子で、で意外と人気あるのはその子じゃなかったりするんだよね、そうすると最初この子のことが敵だと思ってたんだけども、あれ陽子ちゃんの方がこの男の子、自分が好きな男の子から人気あるみたいに思われる方だね。後々じわじわくんの、半年後ぐらいにはモテてない陽子ちゃんだったりとかすると面白くない。つまり最初そうじゃないと思ってたから、言い方悪いよ、下に見てたら違った、そうするとライバル視されてんの？そう最初は違うのよ。めんどくせえな。最初は最初でライバル視じゃなかったのに途中でライバル視されるから、みたいな、裏切られたみたいな感じなんじゃない？そういうエピソード持ってたよ。だって陽子ちゃん前なんか働いてる時にあったよ。なんかその子よりも他のその子が好きな男の子からモテてっていうか好かれて、キッてやられてることとかあったよ。うちは？いつ？飲食の時じゃないかな。飲食の時？覚えてない。その子の好きな男の子からもっとモテて面白くないって思われたこととかがあったよ確か。あれもそうじゃない？要は自分の方が可愛かったのにモテるはずだったのにっていう、あれを働かせやすいんじゃない多分。一見さ陽子ちゃんさ男っぽいからさ、分かんないもんね。そうだね。一見男っぽいんだけどそうじゃないじゃん、女なんだから。でもついてるもんついてるわよ。こう違うよなんていうのかな、うちはあんまぶりっこしないし、なんか多分男の人も話しやすいんだと思うの、仕事のこととか。なんか聞くことあったら陽子ちゃんに聞きやすかったもんね。そうそれをなんかモテと勘違いしたのかな、分かんないけど。それもあるかもね。だってその子とかはどっちかっていうと話しかけにくいタイプの子なんだろうなって思うから、聞いてて最初から私多分陽子ちゃんには普通に聞いてたと思うし、これなんすかみたいな感じで聞いてたと思うし、そんなに気を張ってやばいこの子って思わないで喋ってたと思う。多分話しやすかった。女の子からしたらね、めんどくさいんだよね。ほら小学生の頃とかあったじゃん。なんとかくんと口聞かないでよってなかった？あった。高校の時にあった。なんかそうそれ小学校からあったよ私。本当？小学校の時はな、うちブスだったしな。そういうことじゃねえよ。ブスだったから県外だった。ちなみにブスでもなかったからね、写真見たけど。高校のやつ見たけど。いや、小中やばいんだ。小中見せてよじゃあ。小中やばいんだ。ちなみに私の写真見たら言うんだけどさ、顔変わってなくねっていうとこ多分同じ。見せてもらったかもしれない。ずっと同じ。何にも変わんない。いやつまんないよ。何にも美しく成長したねとも言われないし。実家のさアルバム見ててさ、うち赤ちゃんの時めっちゃ可愛いわけ。可愛いっつって、可愛い子だったのねって言って幼児期小学校低学年から。何やったのそんな年間。分かんない。でお母さんっつって、ちょっとうち不思議な道歩いてきたねって言ってなんか不思議な道歩いてきたねっつって、お母さんもなんか否定しなかった。そうだね母ブスつれよ。そこ否定してあげるとこ。だからね、女から女として見られて嫉妬されるっていうのはうちなんか20歳ぐらいになってようやくだよ。その方がいいんじゃない？なんかさ、別になんていうの、うちとその男子がすごい仲良くしてて、友達として仲良かったりとかするじゃん。友達として仲いいのに、なんかひどいとか言われて、ひどいじゃねえし。でも全然それあるんだよ。だから小学校の頃が私一番あったよ。で喋んなくなったの私、男の子と一切。中学一切喋ってない。怖いから女の子は。そっか。中学めんどくせえな。